どうも日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、前回のエピソードに引き続き今回もスペシャルゲストにポリーナに来てもらってます。今回もねまたいろいろ聞いていきたいと思うんだけど、前回のエピソードまだ聞いてない人はまずそっちのエピソードをチェックしてみてください。はい、ということで今回のエピソードのトピックは日本の働き方です。はい今は日本の会社で働いてるんだよね。そう、じゃあまずは今までどんな日本の会社で働いてきたかをちょっと簡単に説明してください。でも私の道は多分本当に特殊かなって思ってて、そうでも就職する前に日本に、リサーチャー研究者として、留学してて、その後はやっぱり日本に残りたいなって思ってて、で就職してみたのね。で最初に、すぐ結構早く就職できた会社なんだけど、結局早く就職できたのもやばかったので、その会社はちょっと半年ぐらいいて、でちょっと辞めて、で辞めたらもうやっぱりもう半年働いて会社辞める外国人になると、結構新しいところ見つかるのは難しい。そうね、ちょっと印象が悪くなっちゃうね。そうそう。あとやっぱり日本はこういうなんだったっけ、定着性、はとても重要とされてる社会なんだから、自分が長くいた方が自分のプラスになるっていう考え方だから、それは私はちょっとなかった、その段階で。なるほどね。ちなみにその会社はどんな会社だったの？もうなんかデザイン事務所みたいなところだったんで、もうおしゃれだったけど、やっぱりおしゃれの方が日本でブラックになりやすい。小さい会社だった？小さい会社、もう10人ぐらい。じゃあもうちょっと忙しすぎてみたいな。そうで本当に多分残業時間はもう結構60時間とか、月60時間行ってたから、結構大変だったかなって思う。仕事内容自体は楽しかった？内容は面白かったけど、やっぱりもう本当にちっちゃい会社だし、残業時間みんな多いし、なのでちょっと会社のなんていうモチベーションとかモラルはだんだんなんかちょっと狂っていくみたいなのもあったから、ちょっとだんだん病んでいった私が。なるほどね。それはやめて正解だね。今もそう思ってるんだけど、結局やめて結構多分4ヶ月とか5ヶ月ぐらいはもう本当に新しいところ見つけられなかったのね。そんなにかかったんだ。そうでもう探しても、こういう定着性ないだし、いろいろあったから難しかった。でその後は、就職できたところは、大きい会社だったんだけど、もう派遣はインダイレクトコントラクトというところなので、他の会社を通して、大きい企業で働いているということだった。そして仕事内容としては良かったし、結構安定感はあった職場だったんだけど、やっぱり派遣だからこそ、何も自分からできることは限られてるし、会社から任されてるものもあんまりないし、ただのもう地味な仕事を、日常的にやってたのでちょっとつまらなかった。なるほどね。なのでその会社で、たくさんいても結局自分が何になれるのかはちょっと分からなくなってきた。そしてじゃあこの会社で3年いて、ただの分からないんだけど請求書とか、インボイスペイメントだったりとか、翻訳とかやってもちょっとあんまり私が日本に長期にいたいならキャリアには何の貢献あるかなってちょっとずっと悩めながらやってたのね。で派遣だから簡単に辞める。なのでその会社にいながら、ちょっと本当に社員として就職できるところを探してたのね、ゆっくり。でその12月に新しいところに社員として就職した。今いる会社に。なるほどね。じゃあそこが3社目ってことか。そこの会社に決めた理由は何なの？第一はもう普通に、社員として就職したかった。なるほど。と、前のところの給料よりちょっと高かったというのもあったけど、やっぱり
まあ、自分が成長していきたい業界っていうのもあるから、まあ、そこは多分一番決めポイントだったかなと思う。なるほどね。今のところを始めてどのぐらい経つ？今のところ始めたからは多分ちょうど3ヶ月ぐらい。3ヶ月ぐらいか。今のところどう？いやめちゃくちゃ楽しいし、もう本当にチームがみんな仲いいというのもあるから、やっぱりお互いをサポートしているというのもあるけど、やっぱり業界はまあファッション業界なんでもうすごい忙しい。そうね、そんなイメージあるね、ファッション業界は。でもやっぱり私がやりたいこと、まあ、デザインだったりとかファッションだったりとか、もうみんな忙しい、でそこはかける日本のはもっと忙しくなるというのは、結局私はもう納得して諦めた。なるほどね。でなぜかというと、じゃあ日本に住みたい、と日本で働きたい、でまあじゃあファッションで働きたいんだったら、もうそれを受け止めて頑張っていくか、まあ受け止めなかったらじゃあいる意味ないんじゃないということになるから、それでも違うことやった方がいいということになるから、一旦はちょっと、まあ、自分の中で頑張ろうかなって思ってる。なるほど。じゃあ多少忙しいのはちょっと覚悟して今の業界に決めたっていう感じ？そう。あとはやっぱり、まあ、忙しいのはどこでも忙しいし、ロシアも忙しい会社いるし、なので多分うまく自分のワークロードをコントロールした方がいいかなって思ってる。なるほどね。なるほど。まあできるか分かんないけど今頑張ってる最中ってことね。Yes. で、まあ、ざっくり聞くけど、日本で働くのはどんなところが大変だと思う？やっぱりまあメンタリティが考え方が全然違うから、それがまあなんでしょう、多分日本で働いている外国人もいろんな種類あると思う、でまあ第一はもう本当に日本語わからなくて、もう英語で外資で働いている、まあ、エキスパートな人、そっちの人一番いい、でなぜかというと、もう日本の文化に触れたことないし、だから日本の社会からの期待もない、でも、まあ、私みたいにもう本当に日本語喋れてるし、ある程度文化分かってるなら、もう日本人みたいに会社からの要求が高い、だからすいません日本語分かりませんでしたへへへとかすいません外国人ですへへとかもできない、なのでその他の、まあ、日本の社会からの要望に応えないといけなくなる、それが一番だるい、私的には。なるほどね。じゃあ他の日本人とも同等に扱われるってことね。そうそれが意外と辛い。だって結局他の日本人と同等と扱われるのはまあ嬉しいじゃ嬉しいなんだけど、結局私は育ちと文化違うから、ダブル頑張んないといけない。そうね、そこに合わせてやんなきゃいけないからね。そう具体的にここが大変だったなみたいな例とかある？まあ結局日本はもうこういう配慮するべきだったみたいな文化がすごい高い、だから例えば、まあ、違う人がやってたけど、結局それが私がやるべきだったこと、でも私はそれ知らなかった、だからそれ私がやるべきことだったら、その人に言われたい、じゃあポリナやって、でもそれがその人は言わない、それが私が配慮して自分からやりましょうか、それとも無口でやってやりましたって言うべきだった。なるほど。でそしたら私がすいませんそれは分からないのでじゃあ言われたいですよ、そういうのは言われるの無理だって言うから、そういうのはある。なるほど。自分で気づいて自分で行動してくださいっていうのが求められるんだ。そう、まあ、確かにそれめちゃめちゃ日本っぽいね。そうね、言ってはくれないんだね。そう言ってはくれないし、逆に言ってくださいって自分から言っても失礼。なるほどね。確かにそうね。いや確かにそれ大変だよね。だってやっぱり日本のこのハイコンテクストな文化だから、そういうことも仕事では起こりうるよね。逆に日本で働いててここいいなっていうポジティブな部分もある？ポジティブな部分あるかな。あるでしょ。いやもう実は自分で考えてる、最近自分の中で考えてるのはどこも働くの楽しくない。私は、もう資本主義社会なんて飽きたしもう資本主義過不調社会も飽きたから、もうそれ存在しないはずの社会だと思ってるから、もともと私のスタートステージは働きたくない、なのでほんま楽しくないかなって思うけど、
何が楽しいかな。働けるって楽しい？そもそも。いやでもね、例えば仕事のやりがいがあったら楽しいなって思うんじゃない？今だってファッションの仕事しててやりがいはあるでしょ？あるし、普通になんかいろいろアイディアとか考え出すのは楽しいかな。なんかこういうのをやったら面白いかなとか、そういうのは自分がゼロから考えてで実現できたのは一番楽しいかなと思う。なるほどね。じゃあ別にそれは楽しいけど仕事自体が好きじゃないから別に日本の仕事の良さも他の国の仕事の良さも別にないかなっていう感じ？思う。まあね、将来ね楽しい仕事が見つかればいいね。じゃあね仕事趣味とかいっぱいあるし、普通に仕事じゃない分野でも全然なんて説明すればいいかな。もう他の人が金持ちになるために私が死ぬほど働くのは、もう今28、今年29でちょっと飽きた。なのでもう頑張ってもう自分が金持ちになるために仕事したい。でも今の段階でいろんな状況でそれができない。まあけど理想的にはねやっぱり自分がね楽しめた方がやっぱり人生の中で仕事する時間ってめちゃめちゃ長いからさ。まあね、それはそう。そういうことがね自分でね会社を作ったりしてさ、そういう自分の好きなことだけやってお金がもらえればいいかもしれないね。まあそうね。でも結局仕事は楽しいことはあるけど楽しくないことの方が多いから、そうね。いろんな種類だったりとかそういう細かいこととか、それはどの国でも同じだと思う。それが仕事というものっていうことね。嫌いなるほどね。じゃあ今聞いてる人の中でも今日本で働いてる人とかこれから日本で働きたい人とかもいると思うんだけど、そういう人たちに向けてなんかポリーナ先生からアドバイスはありますか？なんだろう、いろんな人にも私も質問してるし、なんかやっぱり本当に長期的に日本で日本人と同様に働きたかったら、なんか日本人にも言われてるんだけどもう心を無にする、もうやっぱり何を言われても、もう流すっていうのは大事かなって思う。全てに真正面から向き合いすぎると逆に疲れすぎちゃうかな。そうそう。あとはやっぱり私は結構情熱な人、だから言われたことにすごい気にする、で結局日本の仕事はめちゃくちゃ言われる、嫌なこと、でそれは全部本当に言われたから自分が本当に悪い、と思いがちなタイプ、私が。なのでそれを最近もう分けようとしてる、分けるのを頑張って、やっぱりこういう仕事中で日本でいろいろ言われたとしてもそれが本当にあなたの評価ではない、と思った方がいいと思う、だから仕事は仕事で割り切った方がいいってことね。そうそう。確かにそれはそうね。やっぱり仕事の時間が長いからこそそこだけに全てを注いだら疲れちゃうし、精神的にも肉体的にも。だから途中でね割り切ったり、気を抜くところも必要かもしれないね。そうね。あとはそれが私は今でも探してるんだけど、こういうストレスが、本当に破産できるところ、スポーツだったりとか、こういう趣味だったりとか持った方がいいと思う、ちなみに趣味は阿波踊り。なるほどね。いいね。それでたくさん踊ってストレス発散。そう本当に多分体を通してそのストレスをなんか出せることがあった方がいいと思う、確かにね。それいいね。じゃあ皆さんも聞いてる人はね、仕事とプライベートを分ける、仕事は仕事で割り切る、それからストレス発散できる趣味をぜひ見つけてください。頑張ってください、頑張ってください。はい。ということで今日は日本の働き方について話してみました。皆さんは日本で働きたいと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったらポッドキャストのフォロー、 YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを見たい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるのでどしどしメッセージを送ってください。それでは皆さんさよなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。